皆さんこんにちは。始まりましたディスカバリー大阪です。3月28日にオープンしました名の庭となにわの宮公園の撮影にやってきました。歴史あるこの土地に13の飲食店や広大な芝生公園、宮殿の遺構表示など見どころ満載です。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは大阪の再発見をテーマに再開発や気になるスポットなどを紹介しています。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。難波宮の場所を地図で説明すると、こちらが西日本最大のターミナル駅大阪駅です。そして大阪駅から南東に約 3.5 キロ行ったところに新しく整備されオープンを迎えた難波宮公園があります。最寄り駅は大阪メトロ谷町4丁目となり、大阪駅からは谷町線で3駅6分の距離です。北側には緑豊かな大阪城公園があります。南側には難波宮公園があり、大阪の中心部にありながら緑豊かな地域です。また大阪メトロの新駅の開業、大阪公立大学の森の宮キャンパスの開設が予定されており、一体での開発が進められています。今回再整備が行われた場所は難波宮跡公園という名の通り、かつてこの土地に日本の都があり、2050年に難波宮遷都1400年に向け、遺跡の保存活用や歴史魅力あふれる難波宮跡のイメージを体感できるように、公園整備や難波宮跡全体を活用したにぎわい創出を担う整備となっています。今回の整備事業では、開発地の北ブロックに商業施設名の庭が設けられます。名の庭に隣接した広大な芝生広場が設けられ、また都の宮殿があったことを示す遺構表示も設けられます。東側には高級外資系ホテルパティーナ大阪が誕生します。大阪城周辺は観光地として人気が高く、相乗効果が期待できるとともに、大阪城では4月1日には大阪城豊臣石垣館がオープンし、また大阪歴史博物館も隣接しており、地域一帯で大阪の歴史を体感できるスポットが誕生します。それでは再整備された難波宮跡公園を見ていきましょう。開業後初めての週末でいろいろなイベントが行われています。名の庭には13店舗のお店がオープンしています。この場所は駅前の好立地でありながら、その土地が全く活用されず寂しい場所でしたが、名の庭オープンで一気に活気づくと思います。名の庭出店店舗の紹介ですが、こちらは大盤コーヒーです。本格的なハンドドリップ&ラテアートが楽しめるようです。こちらは大阪府堺市に本社を構える大気水産回転寿司が出店しています。テイクアウトもできるようですね。こちらはオリジナル家具によるインテリアと観葉植物、カフェの複合店舗が堺市にあるスルクガーデンカフェです。店内には観葉植物もたくさんあり、買い物することもできます。続いては旬のフルーツを豊富に使用したボリュームあるパフェが人気の専門店、パフェ・ド・メリリーです。こちらは大阪添右衛門町のなにわ焼肉三郎です。特別な和牛、坂本牛を取り扱っています。
こちらはミカサデコザ・パークです。おすすめはふわふわリコッタパンケーキです。パンケーキ以外にも朝食からディナーまで楽しめます。こちらは堂島や堀江にお店を構えるクラフトバーガーです。100% 国産牛でバンズ、サイドメニュー、ソースまで全て手作りのハンバーガー専門店です。大阪市内にある自家醸造されたブルワリー直送のクラフトビールが飲めるビアスタンド、ビアプレイステーションのチルチルです。こちらは地元の伝統食材と海外の食文化を融合させた革新的な料理を五感を満たす空間で楽しめる多国籍料理店ザ・ポートです。大阪、東京にワインショップ藤丸をはじめレストラン、ワイナリー、藤丸醸造所を運営するパピーユが出店するワインレストランレインドロップです。こちらは納豆に本気で向き合った納豆料理専門店米710です。オープン前から多くの人が並んでいました。こちらは1976年の創業以来、阪神北摂エリアで9店舗を展開するベーカリーカフェブランジェリー&カフェサニーサイドです。店内には焼きたて、揚げたて、作りたてのパンが100種類以上並びます。こちらは旅人たちが集うコミュニティの場を提供し、異国の者同士が巡り合い、旅に出かけたくなるような仕掛け、空間をコンセプトとしたオサコーヒーです。今回はオサコーヒーでカフェラテとアイスクリームの乗ったプリンをいただくことにしました。オサというのは大阪の都市コードから命名されています。福岡発祥で、福岡の店舗は福コーヒー、名古屋の店舗はナグスコーヒーとなっています。空港コードから命名されています。空港をコンセプトに始まったお店で、大阪の店舗もキックスからキックスコーヒーにする予定だったそうですが、大人の事情でキックスは使えなかったそうです。フロアにいらっしゃったお店の方にお話を伺っていたのですが、実際その方、社長さんでした。オープンの店舗に駆けつけて、従業員と一緒に店舗運営に当たっておられ、素晴らしい社長さんだと思いました。プリンは濃厚でとっても美味しかったですが、胃腸の弱い私には1個は多すぎましたので、誰かとシェアしても良いかなと思いました。カップのデザインがフライトチケットみたいでかっこいいですね。なにわの宮のロゴもあり、写真を撮っている人がたくさんいました。
施設内には駐車場も完備されており、97台収容可能です。それでは芝生広場の様子を見てみます。急ピッチで工事が行われていたため、芝生がまだ張りたてで馴染んでいない部分も多いですね。今からどんどん暖かくなりますので、芝生が成長し、1ヶ月も経たないうちに一面青々とした芝生広場が広がっているでしょうね。その頃にもう一度見に来ようと思います。芝生広場からは大阪城天守閣も見ることができます。芝生広場を東側に歩いていきます。北側には大阪城公園がありますので、大阪城公園の緑がたくさん見えます。こちらはホテルパティーナ大阪です。後ほど説明させていただきます。東側までやってきました。かなり広大な芝生広場が広がっています。それもそのはず、開発地全体では約 3.7 ヘクタールと、サッカーコートに例えると約5個分の面積に相当します。大阪の中心部にまた新たな憩いの場が生まれましたね。続いては完成した宮殿の遺構表示を見てみます。それでは遺構表示に登ってみます。かなり立派な遺構表示ができましたね。こちらの遺構表示はかつてここに代理正殿があったことを示す遺構表示です。代理正殿とは宮殿の中央部にあって天皇の日常生活の場であり政務を行う場であり宮殿の中心的なものであったそうです。かつてこの難波宮はこの大通りと阪神高速を挟んで南北にわたって建物があったと考えられており、大極殿は南側の難波宮跡公園にあり、難波宮跡公園には大極殿の遺構表示があります。こちら難波宮跡公園の大極殿の遺構表示から見た代理正殿の遺構表示です。遺構表示がよく見えますね。ご存知の方も多いと思いますが、実は阪神高速は難波宮跡地の部分のみ高架ではなく地上を走っています。これは直下にある史跡難波宮遺跡の保存のため区域層を設けない工事が行われたためです。これにより周りの景観も保たれています。代理正殿の遺構表記から見た景色ですが、芝生広場には赤と黒の歩道が整備されています。この歩道はかつて宮殿の周囲を囲んでいた回廊があった場所に整備されているそうで、赤色が前期、黒色が後期の時期を表しているそうです。実際に歩道を歩いてその辺りの歴史を感じるのも良いですね。
続いてこちらは芝生公園東側に位置するホテルパティーナ大阪です。シンガポールを本社とするカペラホテルグループのホテルブランドとして日本初進出となります。地上20階建て、客室数約220室で、標準客室は50平米以上です。ホテル低層部は特徴的なデザインとなっており、凹凸のあるデザインが何とも洗練された雰囲気です。1泊10万円以上という価格帯ですので、私には遠い存在ですが、先日インスタグラムでフォローといいねでホテルの宿泊券が抽選で当たるということでしたので、すかさずフォローしました。もし当選したらホテル紹介を YouTube でアップさせていただきます。大阪城が目の前という好立地ですので、観光客からは人気のホテルになると思います。大阪城公園では綺麗に桜が咲いており、多くの方が花見を楽しまれていました。こちらは整備地の南側なにわの宮跡公園です。こちらの公園は11.2ヘクタールの広さがあり、サッカーコート16面ほどの広さがあり、とても広いです。草が青々としており、とても気持ちいいです。こちらにはなにわの宮跡の大極殿の遺構表示があります。大極殿の遺構表示に登ってみます。移行表示では画面のように AR で宮殿の様子を歩きながら見ることができます。お越しの際はぜひ試してみてください。昼頃になると芝生広場はたくさんの人でにぎわっていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日はこの辺りでお別れとなります。もしこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。